どうもこんにちは。今日はこのナンバー90ソール仕上げやっていきたいと思います。今こんな感じでソールやすって毛羽立ってる状態ですね。でここにいつものように仕上げ剤を塗ってやっていくんですが、今回こっちのコードバの方はそのアッパーのムラ感と対象になるようなカチッとめのソール仕上げやります。でこっちはちょっとコンセプトが宇宙ということなので、ソールにも宇宙要素を結構入れながらやっていきたいと思います。ナンバー10はまずこのウェルトと同じネイビーに染めます。次にちょっとこれだと青すぎるので黒を追加します。このコードバンの靴はソールは無色でいきます。ナチュラルですね。リペアソールステイン使っていきます。布で磨きます。1回塗りでツヤ出てるんですが、一度サンドペーパーで落としてからもう1回塗っていきます。ウエストに焼き印をします。ナンバー10の方はまずこれ染料水色で染めます。と思ったんですが、ちょっとあんまりしっくりこなかったので全体をネイビーに染めていきます。ちょっとね、やってみて分かることもたくさんあるので、ちょっと空から宇宙のグラデーションみたいな感じにしようかなと思ったんですけど、ちょっと微妙だったのであんまりうまくできなかったので、全体をネイビーにして深い宇宙にします。こんな感じで全体を青く少しムラ感のある感じで染めました。ここに無色のソールステイン塗っていきます。黒も少し使っていきます。こんな感じでネイビーの底ができました。ナンバー7は赤と黒でやったんですけど、それのネイビー版という感じですかね。染めた後にちょっと黒いのをかぶせることで奥行きが生まれるというのが最近ちょっと気に入ってます。で次はローを塗っていきます。ローを温めたコテで溶かしていきます。すごいなんかキラキラして透明感があっていいですね。
はい、ツヤツヤの光沢出ました。映像だと分かりにくいんですけど、この辺の透ける青がすごくいいですね。かかとは北斗七星、化粧首をつなげて正座にしました。ウィールかけていきます。温めたウィールにローをちょっとつけて、ベルトにローを乗せていきます。コバにローを塗っていきます。この靴内側はベベルドウエストなので踏まずごで当てていきます。コバ布で磨いていきます。よし、マスキング剥がします。ナンバー10のつま先にプレートをつけます。手が汚すぎるこのプレートめちゃめちゃ綺麗なんですけどね。鉄板を切り出して熱することで鉄の表面に酸化皮膜を作ってこんな色合いにしてます。塗装とかではなくですね、表面に酸化皮膜としてこの青紫色の膜ができてるだけなんで、履いて地面に触れるともう元の鉄の銀色に戻っちゃうんですけど、今回はこの宇宙というテーマに非常にぴったり、まさにぴったりなので、こんな感じで少し楕円形っぽいブルースチールを作りました。装着します。糊を塗ってあるので仮止めします。ということでナンバー9とナンバー10ソール仕上げが終わりました。詳細はまた完成の時にいろいろこだわり話そうと思うんですけど、ナンバー9はソールはアッパーと対をなすようにシンプルに仕上げました。コバのインクも、ちょっと皮の目を潰すような顔料が強めのインクを使ってのっぺりめにあえて仕上げました。そうすることでちょっとこのアッパーのね雰囲気がより際立ったような気がします。こっちのナンバー10の方はもうアッパーはネイビー、コバもネイビー、ソールもネイビー、スチールもネイビーということで、このソール仕上げでぐっと引き締まった迫力が出たような気がします。
ソールは結構ネイビーだなって分かるんですけど、コバはねちょっと一見黒く見えるんですよ。でもネイビーです。実は実物ね展示会で見るときは太陽光があると思うので、太陽光にこう照らして透かして見ていただけたらなと思います。でこの磨きはまた靴磨き職人の人に頼んでそれぞれお願いしようと思ってるので、どんな磨きで仕上がってくるか楽しみですね。ということでソール仕上げでした。それではまた。